こんにちは。6月6日月曜日です。今日はですね、いつもの気になるニュースではなくて、サバイバルスキルの方をねご紹介していきたいなと思います。それでですね、今日外雨が降ってるんですね。それで、雨音が入り込んでしまうかなと思いまして、イヤホンのマイクを使って、録音をしています。もしかするとねちょっとお聞き苦しいかもしれないんですけれども、ご了承いただければと思います。ではですね、早速内容の方をご紹介していきたいと思います。週末の世界に備えて友人になっておくといいかもしれない17種類の職業に就く人たちとは。ウクライナから発信される多くの恐怖の報道とともに、その裏で人々が人々を助けているという報道もあります。食料と水を集めて配ったり、応急処置を施したり、瓦礫を取り除いたり、負傷者や避難民を助けるために車を運転する。このようなあらゆる人々の映像を目にすることがあるのも事実です。長期的な災害を生き抜くためには、助け合いによるコミュニティが必要なのだということです。あなたは予想される多くの災害に備えて、どのような食品や物資を備蓄すべきか、多くの記事を読んできたことでしょう。しかし、準備のためのもう一つの重要な方法として、地域の人々と知り合いになっておくということがあります。信頼できる隣人は、長期的な災害の際に最も頼りになる存在の一人です。ここで一つ注釈を入れます。隣人という言葉を使っていますけれども、本当にね、隣のお家の人っていう意味ではなくて、信頼できるコミュニティに属しているかどうかっていうことで、そういう解釈でねいいかなと思います。では内容に戻ります。非常時には人間の本性が最大限に発揮されることがよくあります。それはつまり略奪や暴動などです。そこで災害時に生き残るためのコミュニティを作りましょう。これは長期的な危機を生き残るために技術や知識を共有したり、同じ考えを持つ人々のグループを見つけるということです。では早速、知り合いになっておくと心強いという職業についている人たちをご紹介したいと思います。1つ目、医療関係者。災害が広範囲に及んだ場合、応急処置だけでは対応しきれません。大きな災害が起きたとき、道路は寸断され、救急車を呼んだり、自ら病院に行くことができなくなるので、ご自宅の近所にいる医者や看護師を知っているということは大きな利点になります。彼らは怪我や傷を治療するための知識と技術を持ち、場合によっては必要な医療用品を優先的に入手することができるかもしれません。次、2つ目、農家さん。食料を自分で育てることは生存のための重要な手段です。しかし、すべての人が長期間にわたる十分な食料を栽培するためのスペースや手段を持っているわけではありません。地元の農家さんと仲良くしておくと、いざという時、自分や家族の助けになります。もちろん何かいただくときは、自分の技術や持っている物資と交換されることをお勧めいたします。そうすることでお互いの良好な関係を保ち続けることができるでしょう。3つ目、車両整備士。公共交通機関が停止した場合、緊急車両や自家用車を稼働させ続けることは重要事項の一つになります。車両の整備ができる知り合いを知っているか否かは、危険な状況からいち早く抜け出せるかどうかの分かれ目となるかもしれません。4つ目、電気工事士。電線の断線は、多くの気象災害で最大の危険の一つです。電気工事の知識を持っている人は、電気を復旧させるだけでなく、あなたの命を救うこともできるかもしれません。5つ目、薬剤師。これはですね、一番最初にご紹介した医療関係者といえば、医療関係者の方になるかなとは思うんですけれども、読んでいきたいと思います。送電網がダウンした場合、人々はどうやって医薬品の情報を手に入れることができるでしょうか。
長い停電の間、命を救う処方箋を入手するためには薬剤師さんとも知り合いになっておいた方がいいかもしれません。ということで、ここで一つ注釈を入れさせていただきます。インターネットがダウンした時のために命に関わる重要な情報は、本で持っておいてくださいね。紙で紙ベース本で持っておくようにしておいてくださいねっていうのを、かねがねお伝えしているんですけれども、私自身もそうなんですけれど、例えば子供がちょっとね具合が悪かったりとか、なんか湿疹ができちゃったりとかね、鼻血が出ちゃったりとかっていう時に、その症状と子供の年齢とかを入れて、疑われる病気とかどういう処置をしたらいいのかとかっていうのをインターネットで今すぐ調べますよね。私そうなんですけれどインターネットがダウンしちゃったらそれできなくなるんですよね。ということは、紙でその症状と疑われる病気とそれにどうやって対処したらいいかっていうのを、そういう本が出てるんですよね。なのでこれはね、特にちっちゃいお子さんがいるご家庭では絶対ね一冊持っておいていただきたいなっていうふうに思います。では内容に戻ります。6つ目、警察官、消防士、救急救命士。彼らは自分たちが奉仕する地域の内情に精通しています。道路や避難経路の知識、公共サービスへのアクセス方法など、医療関係者にも勝るとも劣らず、災害時に人命を救う力と知識を持っています。7つ目、建設業者、土木作業員。被災した住居の壁、屋根、窓を修理する必要がある場合、建設業の知り合いは非常に貴重な存在となります。建設業者は実地技術を持っているだけでなく、作業に必要な工具や材料を持っている場合も多いでしょう。次、8つ目、ガソリンスタンドの経営者。防災の専門家の多くが非常時の備えとしてガソリンを満タンにしておくようにというのには理由があります。非常時には混乱を避けるため、ガソリンスタンドは真っ先に閉鎖されてしまうかもしれません。ガソリンスタンドのオーナーと友達になることで、もしかするとガソリンを確保することができるかもしれません。次、9つ目、獣医師。ペットのね、お医者さんですね。災害時には人間と同じようにペットや家畜も命に関わるような怪我をすることがあります。そんな時、あなたは誰に助けを求めますか？獣医師さんとの関係をしっかり築いておくことで、万が一ペットが負傷した時にも助けてもらうことができるかもしれません。次、10個目、11個目、同じような職業なのでまとめてご紹介します。食料品店の店主、レストランのオーナー。大規模な緊急事態が発生した場合、暴動や略奪に備えて食料品店などは一般には閉鎖される可能性が高いです。しかし、危機の最中に店内に残された食料品はどうなってしまうのでしょうか。そのお店のオーナーや店長が知り合いであれば、貴重な物資の入手経路を確保することができるかもしれません。次、12個目、スポーツ用品店の経営者。スポーツ用品店ではキャンプ用品や、携帯の浄水器、調理用のコンロ、武器など、非常に役立つものを販売しています。緊急事態が発生し、そのお店が閉鎖された場合、店主を知っていれば必要な物資を分けてもらうことができるかもしれません。次、13個目、漢方やハーブの療法士。この専門家は食べ物としてまた薬として役立つ地元の植物についての知識を持っています。万が一一般の薬品が途絶えた場合でも薬草の活用方法を教えてくれるかもしれません。次、14個目、猟師。これはですね、猟銃でイノシシとかね、山の方ですね、山で狩りをする人の方ですね。経験豊富なハンターはどこでどのように獲物を探せばよいかをアドバイスしてくれます。また、仕留めたお肉の、処理方法、調理方法、保存方法の知識も持っています。次、15個目、漁師。こっちは釣り人の方のね、漁師ですね。経験豊富な釣り人は地元の魚がどこにいるのか、何を使って釣ればいいのかを知っています。
釣り具の製作方法や修理する知識もあります。次16個目、銃整備士。この銃は拳銃ですね。拳銃とかを整備する人っていう意味です。日本ではあんまり関係ないかもしれないんですけれど、一応ご紹介しておきます。緊急時に使用する武器があることと、その武器を正常に保つ知識があるかどうかは別です。銃整備士は銃器の基本的なメンテナンス方法、スプリングなどの交換部品の見つけ方、作り方などを教えてくれるでしょう。最後17個目、教師。最初は必要性があまりないように思われるかもしれませんが、教師というのは長期的な危機の間、コミュニティの貴重な存在となります。教師は子どもたちと分かち合える知識や思いやり、経験を持っており、深刻なストレスがかかる時期にも子どもたちを退屈させないよう手助けをしてくれます。以上17種類の職業に就く人たちということでご紹介させていただきましたが、さてここまでのリストを目に通すとあまりに種類が多いので最初は圧倒されるかもしれません。しかし直接の知り合いでなくとも友人の友人までたどってみれば、これらのスキルを持つ人は意外と多いものです。コミュニティをどのように構築するかを考えるとき、まずはあなたがすでに知っていて信頼のある人々に尋ねてください。そして自分自身のスキルや経験が他の人にどのように役立つかということも合わせて考えてみてください。ということでここまでが記事の内容になります。ということで後半ですね、記事の内容を受けて、雑談などなどしていきたいと思います。今回はですね、職業という枠でご紹介したので、家族親族っていうのは省いています。それで今回この記事をご紹介したのは、その非常時の時にこういった職業についている人たちを頼ってくださいねということではなくて、むしろですね、自分自身が頼られる側、自分自身がこう人の役に立てるスキルは何かっていうのを今のうちに探しておきましょうねっていう、そういう意図があってご紹介させていただきました。もちろんですね、自分自身が怪我だったり病気だったり、あるいはね災害で家が壊れちゃったりっていう時は、そういった専門のね技術がある人たちを頼る必要はもちろんあると思うんですけれど、そうでなければ、自分自身がこう周りの人のために何かできることっていうのを、今比較的ねまだ落ち着いている状況だと思うので、今のうちにねこう一つ以上見つけておくといいのかなというふうに思いました。それでちょっと余談になるんですが、18種類目ということで、私自身が個人的にこういう人と知り合いになっておきたいなって思ってる人がいて、でそれはどういう人かというとですね、運のいい人ですもうね、運のいい人とはねもう絶対知り合いになっておきたいってもうね常々思っています。そのためにはですね、運のいい人と知り合いになれるだけの運気が自分にあるかどうかっていうところがね試されると思うので、まずは自分の運気を上げるところからスタートしないといけないのかなって思ってるんですけれど、なので、18種類目運のいい人というのをですね個人的には付け足したいなと思っております。それで今こんなにね、感染症が流行ってるかしら流行ってるのかしらどうなのかしらっていう感じですけれど、こんなようなね、世の中で新しくその人脈を作るだとか、その自分と価値観の合うコミュニティを見つけるなんてなかなか難しいっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、そこがですね先ほど私が話した話にちょっとつながってくるんですね。自分自身がいざという時にね、誰かのために役立てられるそのスキルとか、好きなこととか、特技とか何でもいいと思うんですけれど、そういうものを自問自答して、一つ以上持っておくといいですよ、見つけておくといいですよっていうお話をしたと思うんですけれど、例えば今私なんかは家庭菜園が好きでね庭で作ってるんですけれど、もうちょっとこう幅を広げようと思って、例えば近所にシェア畑を借りに行ったとする
ると、おそらくそこで新しい人間関係ってできると思うんですね。で、そもそも自分で畑を借りて自分で作るっていうそういう価値観を持ってる人たちが集まってきてるので、話が合う人って結構多いんじゃないかなって思うんですよね。で、あとはこれね、私近いうちに行こうかなって思ってるんですけれど、消防署とかでやってる ADE の講習、応急処置のなんか講習とか結構やってると思うんですけれど、あれにね、昔ね一回参加して ADE の使い方のなんかね、一応講習は全部終了しましたっていう終了証みたいなのをもらってるんですけれどもね、10年ぐらいちょっと離れちゃってるので、もう一回ちょっとねその応急処置だけは勉強しに行こうかなと思っていて、一回ちょっとね問い合わせをしようと思ってるんですけれど、そういうところにこう定期的に講習を受けに行っていれば、同じような志を持つ人たちが集まってきてるので、その中でまた新しい人間関係ができるかもしれないし、消防署の人ともね知り合いになるかもしれないじゃないですか。ということで、その自分のスキルを高めようとか見つけようとかする過程で、その新たなコミュニティに飛び込まなきゃいけないっていう状況が多分できると思うので、そこで、同じような価値観を持っている人たちと知り合いになるチャンスって今ならできると思うんですね。でこれがもうちょっと寒くなってきたりとかすると、またね別の何かが流行ったりしたりするとできなくなってきちゃうので、やっぱり今のうちかなというふうにはちょっと思いました。それにもしねそういうことで自分のスキルを上げようとして行った先で別に誰とも知り合いになれなかったとしても、私はそれでいいと思っていて、でどういうことかっていうと、その自分のスキルが上がりさえすれば、そのいざっていう時に誰かのために絶対動けるんですよね。でいざという時に誰かの役に立ててる人っていうのは周りが集まってきます。なのでその人に役立つスキルっていうのを持っていれば、自分が中心となってそのコミュニティが出来上がるっていう可能性もね十分あると思うので、今価値観の合うコミュニティを見つけられていなかったとしても、その焦る必要はね全然ないと思います。今ですね、新しい感染症がこう出てきていて、なんかこうざわざわっとした感じはありますけれど、日本ではね今のところ全然動けると思うので、早めにね動いて準備しておくといいかなと思います。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。